やだ女性獣医師シリーズ2、星降る夜に生まれた奇跡。動物たちを救うことに人生を捧げていたやだ女性獣医師。その手のひらが無数の命を癒してきた。しかしある日、診療室の光が揺らぎ、彼女の視界は真っ暗になった。突然のめまいに倒れ込んだ彼女を周囲の人々が必死に支える。原因不明の病が彼女の身体と心を蝕んでいった。それでも夜空を見上げた時、彼女の心にかすかな希望が宿る。澄み渡る星踊り地がまるで「あなたはまだ終わっていない」とささやいているようだった。彼女は願った。もう一度動物たちを救う力を与えてほしいと。妖精との開口。その夜、夢の中で銀色の光が舞い降りた。小さな妖精が彼女の枕元に降り立ち、優しい声でささやいた。やだ先生、あなたの心にはまだ力が残っている。私はその力を目覚めさせるだけ。妖精がそっと額に触れると、柔らかなぬくもりが体中に広がった。彼女は夢の中で苦しむ動物たちの声をはっきりと感じ取ることができるようになった。それはただの治療の力ではなかった。彼女は動物たちの痛みや不安を心で共有し、真の癒しをもたらすことができるようになったのだ。目が覚めると、病に苦しむ身体が不思議と軽くなっていた。彼女は深呼吸し立ち上がる。そしてもう一度診療室に戻る決意を固めた。癒しの手。彼女の新たな力は驚異的だった。傷ついた犬の体にそっと手をかざすと、その目が安心したように輝いた。迷子の猫は彼女の腕の中で初めて心を開くようにゴロゴロと喉を鳴らした。彼女の力はただ病を癒すだけではなく、動物たちの心まで救うものだった。彼女の奇跡を目の当たりにした人々は次第に彼女を支えるようになる。孤独に生きてきた野良犬を預かる者が増え、動物たちのために町全体が変わり始めた。彼女の小さな行動がまるで波紋のように広がっていった。最後の試練。ある日、瀕死の状態で運ばれてきた野生の狼。重篤な病にかかり、どんな治療を施しても回復の兆しが見えない。彼女は何度も涙を流しながら治療を試みるが、結果は出ない。仲間たちももう無理なのではとささやく。だが彼女は諦めない。再び夜空を見上げ願いを込める。そして最後の希望をかけて狼の心に寄り添った。きっと大丈夫。その瞬間、狼の目にかすかな光が宿り、ゆっくりと息を吹き返したのだ。その奇跡を見ていた人々は、彼女の強さと愛情に涙を流した。彼女の手がただの治療ではなく、命をつなぐものになった瞬間だった。伝説としてのやだ獣医師。やがて彼女は所津の動物病院の院長に就任し、その場所を命を癒す聖域として築き上げる。遠方からも彼女の診療を求めて訪れる者が絶えず、彼女の名はやがて伝説となった。それは魔法の力ではなかった。彼女の揺るぎない決意と動物たちへの深い愛が奇跡を生み出したのだった。そして彼女の物語は
困難を乗り越えた勇気と愛情の物語として永遠に語り継がれていく。幼きゴロの誓い。矢田がまだ幼い頃、彼女はいつも庭の片隅にいる野良犬と遊んでいた。その犬は痩せこけていたが、矢田がそばにいると安心したように尻尾を振った。彼女はその犬をルナと名付け、毎日食べ物を運び、草の上に寝そべって話しかけた。しかし、ある冬の夜、ルナは姿を消した。何日も探し回ったが、見つけることはできなかった。彼女は泣きながら、もっと早く助けられたら、と悔やんだ。その時、母が優しく語りかけた。あなたが誰かを助けたいなら、そのための力を持てばいい。そうすれば、助けられる命は増える。その言葉が彼女の心に刻まれた。いつかどんな動物でも救える獣医師になろう。それが幼き矢田の誓いだった。試練の大学時代、獣医になるため矢田は猛勉強し、一流の獣医学部に入学した。しかし学業は厳しく、実習では命を救えない無力感を何度も味わった。特に大学病院で実習していたある日、彼女の担当していた猫が急変し、救えずに亡くなってしまった。その夜、彼女は悔しさと悲しみで一晩中涙を流した。しかし翌朝、教授にこう言われた。獣医師は魔法使いではない。けれど知識と経験を積むことで奇跡に限りなく近づくことができる。その言葉が彼女を奮い立たせた。彼女は諦めることなく技術を磨き、仲間たちと共に数々の困難を乗り越えた。そして卒業の頃には動物たちと心を通わせる獣医師として周囲に知られるようになっていた。運命の出会い。矢田女性獣医師は卒業後とりあえず実家近くの小さな町の小さな診療所で見習い獣医師として働き始めた。その診療所は資金不足に悩まされ、設備も古かった。しかし何か他の動物病院と大きく雰囲気が違う不思議な空間だった。院長であるとても変わった獣医師はこう言った。建物も器具も関係ない。心を尽くせれば救える命はたくさんある。不思議な感動を覚えた。その診療所に一匹の傷ついた狼が運ばれてきた。誰もが恐れ近寄ることさえためらったが、矢田は違った。狼の目を見つめながら小さく声をかけた。怖くないよ。君を助ける。驚くべきことに狼はゆっくりと彼女の手に顔を寄せた。まるで彼女の言葉を理解したかのようだった。彼女はその瞬間、動物たちと心でつながることの重要性を実感した。その後、彼女の獣医師としての道は、この瞬間から決定的なものとなった。彼女はどんな環境でも動物たちに寄り添い、決して諦めることのない獣医師になることを誓ったのだった。亡き祖父、矢田正吾、命とは責任を持って守るものだ。矢田獣医師が幼い頃、一番影響を受けたのは祖父、正吾だった。彼は小さな町で農業を営みながら、捨てられた動物を保護し、世話をする優しい人だった。彼の家にはいつも犬や猫がいたが、それだけではなく、傷ついた鳥や迷い込んだ小動物まで
すべての生き物に愛情を注いでいた。ある日、矢田が子犬と遊んでいた時、祖父がこう言った。動物と人間は一方が守られるだけではなく、お互いを支え合って生きているんだ。もしお前が動物を助けたいなら、その責任を持て。その言葉が彼女の獣医師としての決意の原点となった。祖父の死後、彼女はその思いを受け継ぐようにして獣医師の道へと進んでいった。同僚、掃除長、諦めるな。奇跡は最後まで戦う者に訪れる。矢田獣医師が初めて動物病院で働いていた頃、同僚の変わった掃除担当者は彼女にとって大きな支えだった。掃除担当者は本当は動物の救命治療に長けた獣医師でありながら、なぜか掃除担当者として働いていた。そして彼は絶対に諦めないをモットーにしていた。彼が担当する動物は重傷ばかりだったが、それでも何度も奇跡を起こしていた。ある日、矢田が難しい症例の治療に悩んでいた時、掃除担当者は静かに言った。お前はここまでやった。それでも救えない時、諦めるか？それとも最後の最後まで戦うか？その言葉に彼女は何度も自問し、最後まで向き合う覚悟を決めた。掃除長との仕事は彼女にどんな状況でも最善を尽くすという信念を深く刻み込んだ。ある少女、桜、先生、動物たちはあなたがいるから安心してるよ。矢田が獣医師として働き始めて間もない頃、ある少女が猫を抱えて診療所に駆け込んできた。その猫は交通事故で重傷を負い、治療をしても助かる保証はなかった。泣きながら「助けてください」と訴える少女に、矢田はできる限りのことをすると約束し、手術に挑んだ。数日後、猫は奇跡的に回復。少女は涙を流しながら言った。先生、動物たちはあなたがいるから安心してるよ。だからずっと獣医でいてください。その言葉が彼女の胸を打った。彼女はその日以来、獣医師は動物たちと飼い主にとって希望の存在でなければならないと心に決めた。